こんにちは、ぴょんです。新緑が美しい5月、京都の最北端にある丹後半島に参りました。1868年創業、160年近くの歴史を有する老舗、泰座温泉すみへいさんに本日は宿泊します。チェックインは15時、ロビーで手続きを行いました。ぜんざいと桃の香りのお茶をいただき一休み。カートでお部屋まで移動します。なんと、こちらのカートは自動運転でボタンを押すだけで動いてくれるのです。こちらのカートは滞在中、私たちの専用として自由に使えます。2026年2月、この老舗旅館に新しく離れのスイートが誕生しました。その名はプンタン。最も価格が高い客室のうちの一つです。選挙というコンセプトで俗世間を離れた静かで美しい佇まいです。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。まだ新築のクリーンな木の香りがお部屋中に充満しています。玄関を入ると廊下が伸びていて、その廊下の一角にドリンクコーナーが設けられています。モダンさがある和の雰囲気ですっきりとまとまっています。湯沸かしケトルとともに用意されているのはネスプレッソのコーヒーマシン。銅でできたシンクがかっこいいですね。台の下には冷蔵庫が備えられており、中のドリンクは追加料金なしでいただけます。後ほどご紹介するライブラリーからも好きなものを自由に持ってきて良いそうです。ドリンクコーナーのお隣にはクローゼット、下の段には金庫も備え付けられています。クローゼットのお隣はお化粧室です。すべてが新しく清潔感があります。廊下を奥へ進んだ先がバスルームです。洗面台周りもすっきりと綺麗に整えられています。歯ブラシは使いやすいよう上に置かれていて、引き出しの中にアメニティが収納されています。カミソリ、シェービングクリーム、コットン、綿棒、ヘアブラシ、ヘアゴム、メイク落とし、洗顔料、化粧水、乳液、一通り揃っていますので、手ぶらで訪れても安心です。ドライヤーはリファの最上級モデル。細かい部分まで上質な滞在を意識して選ばれていることが伝わってきます。扉を開くとプチ風呂の空間です。プチ風呂も温泉です。泉質はナトリウムカルシウム硫酸塩泉カルカリ性のお湯で体に優しい低調性です。シャワーブースもまた清潔感にあふれ、鏡は今までに目にしたことのないユニークなデザインが施されています。シャンプー類は日本のブランドネモハモで統一されています。それでは再び廊下を通りメインのお部屋へご案内いたします。
まず目に入るのは美しいベッドルーム。天井が高く、2面に設けられた窓からはたっぷりの光と緑を感じられます。ベッドの横にはこじんまりとしたドレッサー。そして何より印象的なのが、ベッドに横になった時の景色です。視線の先にはただ日本海の水平線が続いています。とても開放的で自然の中に浮かぶ別荘のような穏やかな空気感です。リビングスペースにはゆったりとした L 字型のソファーが配され、その正面には大型のテレビ。テレビ台の上にはドリップコーヒーと引き出しの中に様々なアイテムが用意されています。別の引き出しの中身はブランケット、パジャマ、浴衣です。必要なものが整えられていて、使い勝手がよく考えられています。ソファーの前のテーブルにはお茶菓子が置かれていました。シャリッとした食感が印象的な和菓子で、お上品な甘さが美味しかったです。それでは最後に、このお部屋の真骨頂ともいえる客室専用の露天風呂をご紹介いたします。空と海が溶け合うような非常に広い浴槽です。海に浮かぶ特等席というキャッチコピーを体現する雲丹のお部屋は、まさに圧倒的な美しさを称えています。目の前を遮るものが何もない、どこまでも広がる海。この景色を独り占めできる贅沢は言葉を失うほど素晴らしく、ただただその美しさに心が洗われます。お湯に浸かりながら景色を眺めていると、時間の感覚が少しずつ薄れていくようです。館内をご案内いたします。まずは館内に5カ所設けられた無料の貸し切り温泉へ。温泉へ続く通路の入り口にはタオルやアメニティ、湯上がり用の飲み物などが用意されたコーナーが設けられており、手ぶらで気軽に利用できるのも嬉しいポイントです。貸し切り温泉の空き状況は館内各所の案内表示で確認できるようになっており、事前予約や受付などの手続きは不要で、空いていれば自由に利用できます。海の湯はトーシャンビューのお風呂。大浴場のように広々とした湯船に浸かりながら丹後の海を一望できます。時間ごとに移ろう景色も魅力的です。5つある無料貸し切り風呂の中で唯一ヒノキが使用されているひなの湯。浴槽や壁一面に木材が使われており、真新しい木とヒノキの香りに包まれた心安らぐ空間です。窓から差し込む柔らかな光も心地よく、森の中にいるような穏やかな時間を楽しめます。貸し切り風呂の中でも特に個性的な墨の湯。宿名の由来ともなった墨壺をモチーフにしたモザイクタイルが印象的な浅めの湯船です。枕に頭を預けて寝湯を楽しめる作りとなっており、リラックスした体勢で自然と一体になるような癒しの時間を過ごせます。森の澄んだ空気が心地よい深山の湯。戸宿の裏側には手つかずの豊かな原生林が広がっています。
静寂に満ちた贅沢な湯あみを堪能できます。月見の湯は2面の開閉式ガラス窓を備えた開放感あふれるお風呂です。岩作りの湯船には泰座温泉の湯がたっぷりと注がれ、枯山水の石庭と緑の景色が広がります。時間が移ろう情景を眺めながら日本らしい風情をゆったりと楽しめる温泉です。一つだけ有料の貸し切り風呂があり、桜の湯という名前です。利用料金は45分3300円で予約制となっています。ライブラリーをご案内いたします。24時間利用可能なこちらの空間には、京都や日本文化にまつわる書籍をはじめ、小説や美術書など幅広いジャンルの本が350冊以上並んでいます。落ち着いた空間の中で旅の合間にゆっくりと本を手に取る時間は、旅の記憶をより豊かなものへと変えてくれることでしょう。また、ライブラリーの傍らには、心尽くしのドリンクやおつまみが用意されたカウンターが設けられていて、滞在中は好きな時に好きなだけ無料でいただくことができます。特に目を引くのが地元京丹後クラフトビールの生ビールサーバーです。グラスを手に窓辺へと歩を進めます。海を眺めながら一杯味わう時間は至福のひとときでした。夕食のお時間となりました。朝晩ともにお食事処の港にていただきます。お席は個室仕様になっており、周りを気にせずゆっくりとくつろげます。お時間は2部制となっており、今回は前半の17時15分でお願いしました。まずは食前酒として一口の梅酒が運ばれてきました。先付けは涼やかな器に盛り付けられた一皿。たわびと車エビの木の芽味噌がけです。春から初夏へ移ろう季節を感じる食材が彩りよく並んでいます。とつぎは煮物は葉に新庄のすまし汁仕立てです。蓋を開けた瞬間、ふわりとお出汁の香りが立ち上ります。続いておしのぎとして供されたのは京さわら寿司です。添えられているとろろ昆布をと寿司に乗せて一緒にいただきます。続いてお作りは豪快な姿盛りで登場しました。ヒラメ、マグロ、キシダイ、カオリイカ、ヒラマサが盛り合わせになっています。ここで事前に注文していたお品が運ばれてきました。こちらの旅館には振る舞いというユニークなサービスがあります。日替わりで用意された食材をなんと無料でいくつでも単品注文することができるのです。本日の振る舞い食材は、かすみ産の甘エビと泰座産の白バイ貝。地元の恵みを心ゆくまで堪能できる実に見事な計らいです。続いて大の物として京さわら鍋が運ばれてきました。さわらの旨味が戸田市にゆっくり溶け込みます。と次は木先の煮付けです。添えられた焼き豆腐にタレが良い感じに染み込んでいます。箸休めにはさっぱりとしたかぼす水と高梅シロップ煮が供されました。
続いてはメインディッシュの一つ、炭火焼きです。本日は小月たけのこ、ぎっすん豆、そしてかすみの紅ガニ。テーブルに組み込まれた目の前の焼き台でスタッフの方が焼いてくださいます。ここでスタッフの方から本日は夕日が大変綺麗ですのでよろしければ今からご覧になりませんかとお声掛けをいただきました。コースの途中で席を立つのは申し訳ないとも思いましたが、お宿の方の親切なご提案に甘えたいと思います。館内には夕日を望むスポットが数多く点在していますが、せっかくですので私たちは宿泊している客室の特等席から鑑賞することにしました。お料理だけではなく、この土地ならではの景色まで含めて一つの体験として楽しませていただける、そんな贅沢な時間でした。お食事処へ戻り、続いては二物黒毛和牛ヒレ肉の地ブ煮です。芽キャベツ、新じゃがいも、パサつきが添えられています。お食事の締めくくりは桜鯛のだし茶漬けです。桜鯛の繊細な旨味に香り高いお出汁。さらりといただけてしっかりと満足感があります。デザートは自家製発酵あんこもなか、かしわ餅、抹茶プリン、そして団子秋姫とスイカです。ごちそうさまでした。夕食後はロビーへ立ち寄ってみました。こちらでは岸焼き芋と北町特製のおでんが用意されており、お宿からのおもてなしとして無料でいただくことができます。さらに目を引くのがずらりと並べられた地元の日本酒。地元の名酒が豊富に揃っていて、気になるものを飲み比べたり自由に堪能することができます。旅館の静かな夜の雰囲気の中でいただく一杯は格別でした。ロビーのお隣には色鮮やかな浴衣のコーナーがあり、お気に入りの一着を選ぶことができます。お部屋へ戻り、夕食の際にいただいたお土産を開けてみました。系列である卵専門店元末のプリンが入っていました。おやすみなさい。おはようございます。朝食も昨晩と同じ個室のダイニングでいただきます。まず目を引くのが、この土地に伝わる浦島太郎伝説にちなんだ玉手箱を模した可愛らしいカゴ。蓋を開けると小鉢料理が丁寧に並べられており、朝から心が華やぎます。一つ一つが少量ずつ盛り付けられており、少しずつ様々なお味を楽しめるのも嬉しいです。焼き物はサワラの西京焼き、煮物はカレーの煮付けです。お漬物も素朴なお味で傘の体に優しく寄り添います。目の前でお鍋にかけられているのはカニのお味噌汁。暖かい風景に顔がほころびます。だし巻き卵にもカニのあんがかけられており、朝からこの土地の味覚をたっぷり堪能できました。デザートにはみずみずしいいちご。またカウンターにはヨーグルトやドライフルーツ、ジュース、コーヒーなども用意されており、こちらは自由にいただくことができます。
最後にはスタッフの方が手作りされたこの地域のお守りをお土産にいただきました。アクセスについてご案内いたします。泰座温泉すみへいさんは京都の日本海側、京都府京丹後市に位置しています。京都の中心地や大阪、神戸市内からはいずれも車で2時間半ほど。電車でもおおよそ同じくらいの所要時間です。今回私たちは新幹線で京都駅まで行き、京都駅からレンタカーを利用しました。それでは料金の発表に参ります。2026年新築の最上級客室プンタンのお部屋。お部屋がとても広く、絶景の客室露天風呂を持つスイートです。貸し切り温泉が多数あり、ラウンジのドリンクサービスや軽食まで館内施設が充実していました。夕朝食2食付きで1泊2日、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は14万8200円でした。次回は今私が一押しのお食事が美味しい旅館をご紹介いたします。チャンネル登録と通知ボタンをオンにしてお待ちいただけましたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。